何ができるか見せてやらない。ちょっとだけ見せてやろうか。あ、男だ。女よ。男だい。おじちゃん、男だよね。いや、ガン太郎。あ、やっぱり男だ。青、女。いくらだ。いくらで売る。いくらで売るかって聞いているんだ。おい、ちょっと待て。てめえ俺何だと思ってやんだい。金は取っておけ。痩せ我慢するな。何？抜けおってのか。私は勝ち目つけ荒井十兵衛の息子慎太郎だ。それがどうしたい？抜け。切ってみろ。もういいよ。切れ。切ってくれ。お願いだ。切ってくれ。死にたいんだ。私は死にたいんだ。どちらも膝を崩したくない。さあみんなね、今日はいくらでも酒あるから、どんどん飲んでちょうだいね。おかげさまでありがとうございました。綺麗な花。いや、本日は本当にお世話になりました。いや、こんな立派な披露宴までやっていただき、おじとして何とお礼を申し上げてよいやら。奥様には何から何までお世話になりまして。奥様と。見ろよ、かみさん機嫌いいな、奥さんなんてらじったら。かわいいな、おい。それじゃあお祝いにあっしが一つ。なんだお前らは。すいません、お騒がせして。ご覧の通り祝言の披露宴でちょっと景気づけをしてたもんですから。祝言？町人の分際で料理屋で祝言とはフラッシュ旋盤。うせろ。念のため聞かせてやるが、我ら3名世上無用組と言われておる血の気の多いものだ。町人目障りだ。動くのが嫌なら首だけ飛ばしてやってもいいが。面白いじゃない。飛ばしてもらおうじゃねえかよ、この野郎。何？さあ早くやってもらおうじゃないさ。おい、断っとくがな。俺がおすきや坊主の高知山宗主だってことを承知の上でお前さん方この部屋へ入ってきたんだな。おすきや衆の高知山。どうしたい？どうしたい？一生に一度のめでてえ祝言の席、嵐に入ってきてすまなかったじゃすまねえぞ。どうした？首ばっさりやるんじゃないのか、ほら。カラーンってやんだろ。待ってんだからさ。やってもらおうじゃない、早く。高知山。おう、これは勝ち目付けの荒井さん。こいつら。お勝ち目付け組頭荒井十兵衛様なるぞ。控えろ。図が高い。高知山、倹約令というのを承知しておろうな。必
民は恐れながら将軍より下は百姓町人に至るまで華美を慎み節約を旨として天下の乱に備えようというご時世に町人の分際で真っ昼間からこのような贅沢三昧、これはどうしたことだ。実はここに控えおりまする二人の仲人を手前がいたしたんでございます。何とぞ一生に一度の贅沢、本日のところは新井様一つお見逃しのほどを願いと存じます。一生に一度なら何をしても構わんというの。盗みでも殺しでもか。ん？こら返事をせんか。ほら町人ども、お前たちの顔は一人一人よく覚えておくぞ。あっさり高知山追って沙汰いたす。屋敷で謹慎をしておれ。何をぐずぐずしておるか。こんなことになってしまって。すいません。おい高知山、新井様の前ではグーの音も出まい。さっきの短歌をもう一度聞きたいもんだな。帰るぞ。冗談じゃないよ。旦那、怒らないんですか。腹が立たないんですか。女の私だってこんなにえくり返ってんだよ。旦那、ちょっと一体どうしちゃってんだよ。せっかくの祝言こんなにも荒らされちまって。高知山だか寝るべくおじだかどこに消えちまったんだろうね。メンツ潰されたんだよ。漫才の中で赤っ恥かかされたんだよ。黙ってんのかい。もう悔しいね。知らったって誰しない。もうあんなゲジゲジ野郎ほっとくなら私はもう一生旦那とは付き合いませんから、そのつもりで。いやちょっと姉さん待てよ。違う。いいか姉さん。離れてくれよ。ちょっと分かった。分かりましたよ。分かったってな。よくやったよな。ほら。旦那おい。旦那おい。洗いだけは許さねえぞ。我慢したってやら。俺は証言かかったら洗いだけ強い。旦那強い。誰がこんな酒飲ましたの。ほら気をつけてね。足ほらこっちなおよほらしっかり持ってよお前。おかみさんこっちかよ。おかみさん。ほら旦那。千鳥についた。千鳥についた。やめろ。おかみさん。あれさよ。助けてくれ。おかみさん。旦那。うち。もう大変だなもう。おい。重いんだよ。俺は千鳥蹴ってくるほど悪いことしてる。ちょっとどこへ行くか。いいです。早く上がんだって。ほらってくれよ。誰も疲れした。ちょっと。おやじさん、旦那なって水一杯。ちょっと。旦那もうちょっと。こんなとこで寝たってあれじゃねえよちょっと。ちょっと旦那、なお大丈夫かな。なお。いやいいってそこはこれ。旦那、帰るよ。このとこ寝ちまったって風邪だって知らねえよ。旦那なんて構ってられねえんだから帰るよ。帰るよ。からようにね。こんな大きな荷物置いてきやがって。
ああ、酔っ払い。ほら、起きろ。ああ、だらしないな。ちょいと、風邪ひくよ。あっち歩いてってくれ。あっち歩いてくれよ。ほら。ほら、重いんだからさ。ちょっと、ほら。よいしょ。よいしょ。よいしょ、ちくしょう。あらら。よいしょ。よっ。何が練兵衛工事の高知山だよ。もう。やい、たぬき、起きろ。どうした？もう3日ばかり。聞こえん。はっきり言え。はい。どうしても工面できません。もう3日。もう3日か。この間もお前は3日と言ったぞ。もう10日になる。わしはな、そんな言い訳は聞きとうない。実家へ帰って1000両もらってこいと言ったはずだぞ。忘れたのか？いえ。それならなぜもらってこん？しかし。貴様それでも武士になれると思っておるのか？武士たる者は主君や親から命ぜられたことはたとえ命をかけてもやり通す。忘れたのか？申し訳ありません。まったく情けないこのバカだ。のこのこ帰ってきおってダメでしたとは何事だ。これでは養子の貴様をいくら武士に仕立てようと思ってもどうにもならん。もう一度言ってこい。いいか？金を持って帰ってくるまでは屋敷に入れん。洗いの敷居をまたうことは絶対に許さん。やはり商人の子はもう一つ武士になりきれませんな。味噌をつけたというわけですか。味噌屋のせがれですからな。こら慎太郎殿、大変だな貴殿も。あ、何がでしょうか。いかに父上のためとはいえよく我慢するな。偉い、実に偉いよな。感服つかまつった。ならぬ堪忍駿河堪忍。慎太郎殿は漢の国の英雄関心のようじゃ。それまたくぐりをやった男よ。さあ。なんだ知らんのか？よし教えてやろう。こうする。ほら、さあくぐれ。ほら腰が高いんだよ。おうおう、ようくぐった。さあさあさあ、今度はわしがくぐってやろう。いや、もうよしましょう。まあ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 、そう言わずに。さあ、ほらもっと開いて。これをこうする。ほら、あら、これは慎太郎殿、大丈夫でござるか。ああ、こんなに汚れて。何をする。よくも武士の免停を。
いかに軽輩とはいえども旗本八幡記の一人石川小次郎免停を打たれ侮られたとあっては先祖に対して申し訳が立たぬわ。慎太郎抜け。武士たる者の作法を教えてやるわ。ほらほらほらこっちは。ほら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 入ってもいいですか？いいですかって入ってるじゃねえか。あんた本当に侍なんですか？え？そういうことになってるけど。生まれた時からの。生まれた時は赤ん坊だよ。私は本当は味噌屋のせがれだったんでございます。父が「お前は侍になれ」って言うもんですからね。私も町人の家に生まれながら少しは学問もやったもんですから。焼けたぞ。食うか。はい、いただきます。うまいですね。こんなあったか魚食べたの久しぶりですよ。でまあうちに少しいただきます。うちに少し銭があったもんですからね。それじゃあ侍になってみようかななんてちょっと思いまして、それで荒井十兵衛っていう勝ち目付けの旗本の家へ養子に行ったんでございます。やっぱ私は味噌屋のせがれだった方が良かったのかもしれませんね。おらと夫婦になって子供を産んで三種屋ののれんを守っていればよかったのかな。今の私はね、何かっていうと新井の父に金を持ってこい、金を取ってこいっていうのを、金を運ぶだけの道具に過ぎないんでございます。私が嫌いですか？そうでしょうね。いや、私は自分で自分が嫌いだから人に好かれるわけがありませんね。どうしたらいいのかな。なんだ知らねえよ俺は。私は死んじまった方がいいのかな。もう死んでるよ。え？
違いなくもう死んでるよお前さん。はい。あれだあれだよ。うめえ。水もね梅をのねえな。結構の知らねえ梅味ってね。おいいいんだよ。そんなに酔っ払ってたか。久しぶりだな。もう本当にお酒が弱くなっちゃった。牛どうした？誰かさんの着替え取りに行きましたよ。うんでしょ。なおは？旦那、おいどうした？まだ酔ってんですか？だから昨日言ったでしょ、あんまり飲んじゃいけませんよって。もうお天道様真上ですよ。どうした？ほらね、昨日の新井っていう男いたでしょ。あれ相当悪ですよ。あれは悪なんですよ。どうして？そのね、商家のせがれとその養子縁組しゃあ離縁して、それをじんぐりじんぐり3回もやってるらしいですよ。最初はね、日本橋のその米問屋のせがれ、それから次が麹町の炭屋のせがれ、それから3番目が今なんか三州屋とかなんか言ってましたよ。それでおかしいんですよ。でみんなこう離縁されたうちはね、こう屋台がガタガタガタっとこんな風になっちゃうらしいんですね。どうもあの勝ち目つきはおかしいですよあれ。あの顔は悪の顔だよ。ああ、俺もそう思ってやらん。普段からおかしいと思ってたんだ。こうなったらお前どうでもおめえ25。そうですか。今日はな、おたきはちょっとおかち目つけない。どうせ私はおかちめんこですよ。とにかくおめえ婚礼の費用の25両だけはどうでも取り戻さなくちゃならんでしょ。こんにちは。探してくんねえかな。女探してくれ。女？名前はおらくってんだ。旦那女探してんの？急いでんだよ。急ぐったってそんな勝手に急に言われてまって。深川の入船町あたりにいるんだ。あ、岡場所の女。お前よ。ごめんなさいよ。おいでなさいませ。練部工事の高知山宗春ってもんだが、ご主人はおいでになりますかね。どんなご用でございましょうか。主の三州屋に助でございます。一人息子のせがれ慎太郎が幸せになれることでございましたら、この身代すべてをなくしても決して悔いはございません。もうすでにこの家屋敷は借金の型に入っております。町人じゃやっぱりこの世間どんなにあがいてもお武家様の前に出りゃ勝てやしませんからね。それでなんとかせがれだけはとそう思いまして。出たぞ。誰もいないのかおい。なあ。ちょっと待ってください。おい、牛どうした？牛ですか。ほら例の金子っていう妙な浪人いたでしょ。あれの使いでね、岡場所へおらくっていう女を探しに来ましたよ。岡場所へ？まずかったですか？いや、まずくはねえけど、あの野郎が俺のとこへ物を頼みに来るとは珍しいな。さ、たまにはさ、わずかな間でいいからちょうどいいじゃないですか。姉さんに
黙ってっから行きません。ちょっとこれ。なお、お前の言った通りだった。三州屋はな。これですか。悪だね、あの荒井って男は。千両もの大金、今の三州屋にはもうとても。そうか、これほど頼んでも出さんというのなら、新太郎との養子縁組はこれまでじゃ。新井様、それではあまりにも約束が違います。どうか離縁だけは。たかが千両のはした金でそんなものを鼻にかけ、町人の分際で何事だ。ペームのあんな出来損ないの養子は見たことないわ。よくもわしを騙しおったな。三州よ。わかりました。もうこれ以上金をゆすられるのはごめんでございます。新太郎は引き取らせていただきます。私もこれで覚悟ができました。ではこれで。新井様、さえるじゃねえか。ねえ、いいじゃないかねえ。お兄ちゃんちょっと寄ってってよね。悪いな、今日別の用できたら今度これ持ってくるからな。ちょっとお兄さん寄ってってよね。いいじゃないの。ねえ。お兄さん、そんなこと言わないでよね。ねお前が暇を取って急にいなくなったってお父っつぁんから聞いた時、私を思っていてくれたことがよく分かったよ。私はね、味噌屋をやるんだ。侍なんかもうやめる。いや、やめたんだ。やり直すんだよ。だからお前を迎えに来たんだ。じゃあ若旦那も私のこと。いけません。ダメです。ダメです。私みたいな女が若旦那を好きになっちゃいけなかったんです。若旦那だって私みたいな女は立派なお侍さんになってでなかったら、私何のためにこんな辛い思いを。いや、そうじゃないんだよ。私だってね、新井の家に行っても片時もお前のことを忘れたことはないんだよ。何してんのバカ。お、牛。ああ、旦那。なんだ金口、おめえこれを探してるんだって。いや、この旦那じゃねえんですよ。ほら、例の新井、あの夜の養子。あれですよ、例のほら味噌屋のこれの。お前なんでそんな野郎と関わり合いを持ってるんだ。いや、生きてんだか死んでんだかわからないようなやつだけど、まだ若いしちょいと相談乗ってやってるだけだよ。新井ってのは知ってんのか。知ってるんだけど、どうでもいい野郎を痛い目に遭わせねえことじゃ俺の腹の虫が収まらん。どこにいるんだその野郎は。いいえ、いけません。もう今
ホラー君、何も言わないでくれ。私はね、お前が一緒じゃないと一生死んで暮らさなきゃならないんだ。生きたいんだ。なあホラー君、私は必ずお前を受け出す。いいね。今からお父っつぁんとこ行って話をしてくるから。いいね。待ってておくれ。ね。お前さん、新井のうちのご養子さんかい？はい。この方は？これはな、河内山宗春という悪い坊主。とにかく父っつぁんとこ行って話をしてきます。俺もちょっと。じゃあ一杯やるか。あ、お前さん。はい。いいのは金はないよ。それは無用組の青木という旗本の。覚書金150両。新井様今月に入りこれで3度目のご無心。おっかさん、どうしてこんな目になっちまったんだよ。つらかっただろうな、おっかさん。お父っつぁん、お父っつぁん、三州屋ののれんは私が必ず守ってみせますからね。お父っつぁん。先日は大変ご無礼をいたしまして、何卒お許し願いとう存じまする。さすが次期大目付と噂の高い新井様のお屋敷。立派なものでござりまするな。実は、手前が本日参上いたしましたのは与の儀ではござりません。私の知り合いにも大変な大金持ちがござりました。はい、そのせがれがまた猟犬違いで侍になりたいなどと申しました。親というものはバカなものでございます。いくら金がかかってもなんとか侍にしてやりたい。どうだ河内山、知り合いはおらんかなどと申されまして、私も困りましたが、何しろ身分の卑しい者たちゆえ、このような話を新井様のお耳に入れましてはと。いやいや、構わん、河内山。申してみ。そのもう金持ちの親が申しまするには、初めは持参金といたしまして5000両、月々の手当といたしまして500両。しかしこのような身勝手な話がなるものでござりましょうか。苦しゅうない。連れてまいれ。さようでござりまするか。それでは明日改めまして当人を連れ、ご挨拶に参上いたしますのでございます。あの野郎抱き合ってどうしても許せねえ。あんな野郎をのさばらしといたんじゃ世の中のためにならねえんだ。俺はな、俺の生涯を棒に振ってもどうでもあの野郎は痛めつけなくちゃ。そこでお前さんに一役買ってもらいてえと思ってよ。
世の中のためにか。おう、世の中のためにさ。何よこれ。おい、金にはならねえのかそりゃ。金になるかこっち山。なる大なりだよ。よし、俺の役はいい役だろうな。いやー、ダメ俺そんなことしたら死んじゃうよ。俺やだよ。先生は頼むからして答えろ。先生も頼む。飲んでお前大丈夫。小島どこで払えねえすきやや。もうそこだ。おいな、おい飲もう。ここだ。ちゃんとしてくれ、ちゃんと。な、大丈夫だな。ほれ。いやいや高知山、待たせたな。してこの者は何じゃ。昨日お願いに上がりました。これが養子目にござります。おい、今日からこのうちは俺が取り仕切るから。下がってよい。隠居だお前は。何を言うか。まだ養子縁組を決めたわけではない。うるせえ。俺が決めたんだ。てめえは養子を次々と買い出そうだが、つべこべ抜かしやがると今度俺の方で離縁してやるぞ。高知山、これは一体どうしたことじゃ。お気に召しませぬか。お気に召した。気に召したぞ。あら、嫌がらとしても申し分ない。父上、実は父上にどうしても買ってもらわにはならん品物がある。これは我が荒井家にとってはまた子々孫々のためにもどうしても買っていただけはならない千両の買い物。安いね。実にこれ安い。千両。一体何を買いというのじゃ。買っていただけますか父上。それは息子としてこんな嬉しいことはない。じゃあただいまよりその品物を。なんだこれは。いや、冷たいよ。よし。おい、この死体を買ってくれってんじゃねえんだぞ。この覚書を買ってくれってるんだよ。この中にはな、てめえのやった薄汚ねえ仕業が全部書いてあるんです。千両じゃ安いもんじゃねえか。千両。そんな金はない。ないそうか。ない。じゃあしょうがねえや。今晩からこいつと一緒に寝てもらおうじゃねえか。おい、寝かしてやれ。ひんやりとして気持ちがええぞ。どうなんだよ。出すのか出さないのかどっちなんだよ。話すよ。話すけどな。ああ。俺は行くぞまた。俺行くぞ。よせ。
そこに300よ。あ、よし、これは三州屋の葬式代としてもらっとこう。おい、千両はどうした千両は。俺は内装で触れすってるんじゃねえんだぞ。ならもたもたしてやるとまた死人は踊り出したって知らねえぞ。返事しねえな。おい、踊りせんでも一回。大したもんだもん。あら、すごい。さあ、落とすんじゃねえぞ。いいな。おい、俺の役は終わったな、河内山。おい、二つ山だ。おい、まだこれ代がいるんじゃねえのか。やる気になってきた。模様もこっち山、分かったな。手打ちに出す。そこに直れ。何よこのバカ野郎、直れってのはてめえのだ。そこに直れ。あ、おい、もう帰るぞ。あれ、やだ。牛、こういうのを十五字徳っつうんだぞ。分かったか。いらっしゃいませ。どうも。いつもありがとうございます。はい。赤でございますね。いらっしゃいませ。ありがとうございます。あ、障子落とし、中へでもかかんでパーッと派手にやるじゃねえか。ああ、待ってました。カンカンの大通りでも気持ち悪っちゃう。生きた心地しなかったぞ。お前たちなかなかうまかったぞ。旦那ちょっと。これ大丈夫かな。そうだ。おたきか。バカ野郎、おたきなんて怖がっててお前遊びがパーッとできるか。ついてこい。珍しいじゃん。何をこんな。ちょっと聞いた。洗い十分のやつね、病気のため休止ってことでお届けが出たそうよ。そういうことで。これ若い二人もね、よかったね。ああ、そうだな。あら、ちょっとどこお出かけ？ちょっとあっしらね用事がね。だんだん俺に用があんじゃねえか。ねえ、今日はさみんなでこうパーッとやろうよ、パーッと。パーッとおい、パーッとよし。じゃあ、なあ、久しぶりだ、たき。パーッといっぺん派手に飲むじゃねえか。もう飲むよ。おい、よしよし。おい、飲み比べしようじゃねえか。どっちがね、おい、飲んじゃねえぞ。さあ、よその頃江戸の町には保険役令が発せられ、祭りも禁じられていた。宗春はせめて祭りぐらいできるようにと
水野忠邦に掛け合いに行くが、その時一見平凡な商人森田屋清三が宗春の前に現れた。次回痛快高知山宗春にご期待ください。